UC0123 年コスモバビロニア建国戦争。123年に発生したコスモバビロニア建国戦争は、宇宙世紀における支配体制の変革を試みた重要な戦争である。この戦争は地球連邦政府の腐敗と弱体化を背景に宇宙貴族主義を掲げるクロスボーン・ヴァンガードが台頭し、新たな支配体制の確立を目指したものであった。しかし最終的にはその試みは失敗に終わり、戦後の宇宙世紀に新たな紛争の火種を残すこととなる。この戦争の発端となったのは、地球連邦政府の支配が行き届かなくなったことによる混乱であった。UC0120 年代に入ると、連邦の統治能力は著しく低下し、各コロニー自治政府の自立志向が強まる中、かつてのジオン公国とは異なる新たな独立運動が芽生えた。その中でロナ家が主導するクロスボーン・ヴァンガードは宇宙貴族主義という新たな理念を掲げ、コスモバビロニア帝国の建国を目指して行動を開始する。彼らの思想は、優れた者が統治を行うべきであるというものであり、連邦政府の無能と腐敗を糾弾しながら武力を背景にした支配体制の確立を試みた。戦争の幕開けはフロンティア4コロニーへの奇襲によって始まった。クロスボーン・ヴァンガードは高性能なモビルスーツ部隊を投入し、旧式の連邦軍駐留部隊を一掃。さらに自律兵器バグを用いた無差別虐殺によってコロニー内の支配を確立しようとした。この侵攻は宇宙世紀の戦争において過去に例を見ないほどの非人道的な作戦であり、民間人の被害が極めて大きかった。この混乱の中でフロンティア4に駐留していた連邦の試作機 F91 ガンダムが戦闘に投入され、これを操縦することになったのがシーブック・アノーである。F91 ガンダムは従来のモビルスーツとは一線を画す高性能機であり、特にミップメガ粒子変更現象と呼ばれる特殊機能を用いた分身能力を持つことで、クロスボーン・ヴァンガードの精鋭機に対抗できる戦力となった。シーブックの操縦技術と F91 の圧倒的な機動力により、クロスボーン側の攻勢は徐々に停滞し、戦局は膠着状態へと移行する。さらにロナ家の令嬢であり、当初はクロスボーン側に属していたセシリー・フェアチャイルド・ベラ・ロナが戦争のひどさを目の当たりにして組織を離反し、シーブックと共に戦う道を選んだことも大きな転機となった。戦争の終盤、クロスボーン・ヴァンガードの指導者であるカロッツォ・ロナ鉄仮面は、戦局を一変させるためにモビルアーマーラフレシアを投入する。ラフレシアは極めて強力な火力を持ち、さらに多数の触手型武器を駆使することで通常のモビルスーツを圧倒する戦闘能力を誇った。しかしシーブックの F91 はこの強敵を相手に圧倒的な機動力を駆使して戦い、最終的にはラフレシアを撃破。カロットは戦死し、クロスボーン・ヴァンガードの戦争目的は完全についえた。コスモバビロニア建国戦争は地球連邦に対する新たな体制の挑戦という点で極めて意義深い戦争であったが、結果的には連邦政府を倒すことはできず、宇宙貴族主義という思想も実現には至らなかった。この戦争によって連邦軍の軍事的脆弱性はさらに露呈し、その後の時代において反連邦運動がより活発になる土壌が形成された。またクロスボーン・ヴァンガードの生き残りは後の宇宙海賊クロスボーンとして活動を続け、UC0133 年には木星帝国との戦争に関与することになる。さらに F91 ガンダムによって示されたモビルスーツ技術の進化は以後のモビルスーツ開発に大きな影響を与えた。それまでの大型化の傾向とは逆に小型高機動型のモビルスーツが主流となり、
戦闘スタイルそのものが変化したことは、本戦争がもたらした最も実際的な影響の一つである。戦争の直接的な結果として、クロスボーン・ヴァンガードは壊滅し、コスモ・バビロニア帝国の構想は頓挫した。しかし、戦争後も地球連邦政府の腐敗は続き、宇宙世紀における統治体制の不安定さはさらに深まった。これは後のザンスカール戦争0153へとつながる要因の一つとなり、宇宙世紀の戦争の本質が決して解決されることのない永続的な対立構造の上に成り立っていることを示唆するものとなった。結局のところ、コスモ・バビロニア建国戦争は支配体制の変革の試みとモビルスーツ技術の革新をもたらした戦争でありながら、宇宙世紀の構造的な問題を解決するには至らず、むしろ新たな戦乱の時代を導く契機となったのである。チャンネル登録、高評価お願いします。